皆さんこんにちは、ゆるまるです。物をしまうとき、出したり入れたりってめんどくさい、そう思うことってありませんか？そこで今回はその悩みを解決してくれる、広げたまま使える広がる巾着袋の作り方のご紹介です。お好みの生地でぜひ作ってみてください。目いっぱい広げると約50センチに広がり、使いやすい大きさだと思います。では作り方です。型紙を作っていきます。ダイソーのマス目模造紙や新聞紙などの大きな紙でこちらの大きさで長方形を作り、下から3センチのところに線を引いて、線のところで内側に折ります。半分に折って、さらに半分に折ります。さらにもう一回半分に折って、中心から 29.5 センチのところに印を測っていくつかつけていきます。印を滑らかな線でこのようにつないで、最後に線に沿ってハサミで切ります。こちらで型紙 A の完成です。大きな半円を描くときはコンパスがなくてもこのように作っていきます。もう一つ型紙 B を作っていきます。こちらも簡単です。長方形をこちらの大きさで切って、また半分に折って、もう一回半分に折って、先ほどと同じようにさらに半分に折ります。今回は中心から 22.5 センチのところにいくつか中心から測って印をつけて、滑らかな直線で書いて、このようにハサミで切ります。こちらの型紙 B は周囲をなぞるときに使っていきます。今回ダイソーに行ったら可愛い生地が売り切れていたので、こちらの手ぬぐいとはぎれを組み合わせて作ってみることにしました。型紙 A で上下1枚ずつ合計2枚型を取っていきます。こんな感じです。組み合わせたらなんとか可愛くなりそうです。生地の下から3センチのところに線をこのように引いていきます。先ほどの型紙 A の3センチのところを折って引くと描きやすいです。ここで型紙 B を使っていこうと思います。先ほどの線の中心と型紙 B の中心を合わせて、このように周囲をなぞっていきます。線を描くときは布の裏に描いておいてください。こちらも下から3センチの線の中心と型紙 B の中心を合わせて線をなぞっていきます。型紙作りお疲れ様です。ここまでできましたら、こちらを線に合わせて三つ折りをしていきます。生地をこのように向けて1センチ折ってアイロンをかけていきます。さらに内側に1センチ折ってアイロンをかけていきます。実はこのアイロンちょっと水入れるところが壊れていて、新しいのが欲しいところです。おすすめのアイロンがありましたら、よかったらコメント欄で教えてください。反対の生地も同じように三つ折りにしてアイロンをかけていきます。三つ折りした部分を縫っていきます。端を縫ってもいいんですが、真ん中のところを縫った方が縫いやすいと思います。反対も同じように縫っていきます。このように縫えましたら、生地を中表にして中心を揃えて待ち針で留めておきます。端から9センチ測って左右のところに印をつけて、印の間を縫い代1センチで縫っていきます。縫い始めと縫い終わりは返し縫いを忘れずにして縫っていきます。このように縫えたら広
げて縫ったところをアイロンで割っておきます。こちらをこの字になるように縫っていきます。反対も同じように縫っていきます。縫えましたら円の周囲を内側に1センチ折りながらアイロンをこのようにかけていきます。この時にアイロンを外に向けて当てていくと形をきれいに保ちやすいです。こちらの角を三角に折りアイロンを当てて、端をまた内側に折りアイロンを当てておきます。こうすることで紐を通すところがきれいに仕上がります。反対も1センチ内側に折ってアイロンをかけていくとこのような感じになります。ここまでできましたら円の端を内側に向かって型紙 B でなぞった曲線に合わせて待ち針で留めていきます。反対も同じように留めていきます。内側の折ったところから 5mm ほど上のところにしつけ縫いをしていきます。この時に縫い始めと縫い終わりに糸を少し長めに出しておいてください。こちらの糸を引っ張りながらギャザーを作っていきます。今回は巾着を広げた時に大きく広げたいのでギャザーを弱めに作りました。お好みでギャザーをもう少し強めにかけていただいても可愛いかなと思います。ギャザーがかかったらアイロンで押さえて縫いやすいようにしておきます。下の折り目としつけ糸の間を縫っていきます。上下のしつけ糸を引っ張って取ります。あとは紐を通すと完成になります。その前にしつけ縫いが少し面倒だなという時のための別の縫い方のご紹介と、可愛い気に入った生地がないなという時に自分でシンプルな布をデコって自分の好みの生地に変えてしまう方法をご紹介します。しつけ縫いが少しめんどくさいなという時は待ち針をたくさんこのように縦と横に留めていってアイロンで押さえて待ち針の間と下の折れ目のところを縫っていっても大丈夫です。こちらは上下同じ布で作ってみました。気に入った生地が見当たらない時はシンプルな生地はだいたい売れ残っているのでデコレーションシートなどを使ってこのようなシンプルな生地にアクセントをつけて可愛くするといいかと思います。最後に紐をこのように通していきます。紐はお好みの長さのところで切って調整してください。こちらで完成です。出し入れ楽々広がる巾着袋、よかったら作ってみてください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。